はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。で、今日のテーマはですね、やってみたから分かったアメリカでの起業の難しさというですねテーマでやっていきたいと思っています。で、僕自身ですね、アメリカで起業してちょうど10年なんですね。で、今日話す内容っていうのは誰かの受け売りではなくって僕自身での実体験となっております。事業をやってるとですね、必ず訪れる資金繰りっていうですね、言ってみれば起業家にとっての行事のようなものがあるんですね。で、多くの起業家さんはですね、必ずと言っていいほどこの壁にぶち当たると。で、やっぱりですね、スピードや拡大を求めていくと資金調達というのはですね、避けては通れない道なんですね。で、これは最初だけではなくって成長している限りですね、ずっと続いていくものですと。で、特に、我々のようなですね、物を仕入れて販売する小売店などはですね、なおさらですね。やっぱりその物販だとどうしてもその先に商品の仕入れをするので、お金がどうしても先に出てっちゃうんですね。で、需要があればあるほどこの資金繰りというのはですね、やっぱ抑えておかないといけないポイントなんですよ。で、僕はですね、10年前にですね、その中古車屋を一人で立ち上げて、で、当時は3万ドルの資金で在庫3台からスタートしましたと。で、3万ドルって当時は確か1ドルと100円とかだったと思うんで、300万円ぐらいの資金で、スタートしたんですね。で、当時僕は32歳でしたと。で、じゃあ車を仕入れようっていうんで、3台仕入れたわけですが、1台あたりの仕入れ額っていうのが7000ドルぐらいだったんですね。だから、円にすると70万円ぐらいだったですかね。で、在庫だ、3台買いましたんで、だいたい2万1000ドル、日本円にすると210万円ぐらい、在庫として仕入れましたと。で、そうすると差し引き手元に、9000ドルぐらい残ったと。90万円ぐらいですね、残りました。今思えばなんてリスクの高いことやったんだろうって思うわけなんですけども、3台だけでプリウス専門店って言ってたんだから、なんて恥ずかしいことを言ったんだろうって思うわけなんですが、で、あれよこれよということで、始めたわけなんですけども、で、当時はですね、やることはとにかくシンプルで、売っては買って売っては買ってを繰り返すだけなんですね。で、当たり前なんですけども、自分にも生活があるわけで食べていかないといけないと。で、家族をですね養わないといけないっていうのがあったんですね。当時、生まれたばかりの赤ちゃんもいたので、3人で、生活していかなきゃいけなかったんですね。なんで当たり前ですが、自分たちの取り分をですねこう横に置きながら同時に在庫の仕入れをしていかないといけないということだったんですね。で、その販売をしてですね、で、お金をすぐに回収できればいいけど、やっぱり時間がかかる場合のことの方が多かったんですよ。小物とかね、ちょっと安いものであればそんなことはないと思うんですけど、その中古車とはいえですね、やっぱ車って高い買い物だからすぐにお金の準備ができない人って多いんですね。例えばその2週間待ってくれとかね、そういう話が意外と多いんですよ。そうで、やっぱりその待ってる、そのお金をね払ってくれるのを待ってる間に、その車自体は抑えておくわけなんですけども、その別のお客さんから注文が入ることもよくあるんですね。で、そんな時はその要はお金がないから仕入れできませんってことになっちゃうんです。で、それでもですね、そのありがたいことに買いたいっていう声は多かったんですよ。おそらくですけども、その今思えばそのご祝儀需要みたいなもんだったと思いますね。僕はその起業する前に10年ぐらいはアメリカにいたので、結構そのね知り合いなんかもいたので、すごいねそのありがたいと、その鈴木を応援してやろうっていう声が多かったんだと思います。で、そんな声にですねなんとか応えようと、よし在庫を仕入れなきゃいけないの。在庫をもっとね抱えたいっていう風にやっぱどうしてもなる。で、よし借り入れをしようと思ってですね、銀行に行く決断をしたんですね。これね、完全に舐めてました。全く相手にしてくれない。彼ら曰く3年分のファイナンシャルレコード持ってこいって言うんです。